皆さんおはようございます。まめです。今回もフォーレントを進めていきますが、本日12月14日にフォーレントの緊急修正パッチが来ていましたね。建築モードでのラグが解消されたとのことなので、楽しみにしてみようと思います。キアナが昇進しました。今日もお家で仕事をしましょう。で、今日の予定としては、このサトルさんの願望にもあるように、持ち寄りパーティーかプールパーティーを開くっていうのがあるので、それをやりたいなと。ただこの家残念ながらプールがないですので、持ち寄りパーティーかなをやってみたいと思います。それと別に同じ家に住んでなくても、賃貸物件であれば、その家を大家として購入して貸しに出すっていうことができるっていうことですよね。ということで、ちょうどね、キアナがこのトモランに来る前に住んでいたヘンホード・オン・バグリーの家があるので、それが今空き家になっているはずだから、それを貸しに出してみようかなと。海外赴任中に自分の家を貸しに出すという非常によくあるビジネスパターンですね。すごい現実的な遊び方ができるようになってきましたね。ということで、キアナの仕事の課題でもう少し器用さのスキルが必要だったので、木工テーブルを買いました。ちょっとキアナ、器用さのスキルを上げてって言ったんだけど、やってくれないかしら。オッケーオッケー、頑張ってください。あとこれね、この梨レマックっていうんですか、この食べ物本当は全然違う見た目らしいんですよ。でも来年ちゃんと正しい見た目の梨レマックという料理をゲームに追加してくれるそうです。大家さんから連絡が来た。出産おめでとうだって。優しい。めちゃめちゃいい大家さんじゃん。今の大家さんだよな。多分そうだと思うんですけど、こうやって共有スペースにあるものをどんどん使ってくれるんですね。しかしかなりバグってますね。エンドレスガーデニングになってるよ。大丈夫？リセットしてあげようか？もう一回やる？ダメそう？まだもう一回植えないとダメ？ダメだね。どうしてこんなことになっちゃってるの？もうさすがにやめてあげようか。リセット。はい。ダメだ。このシムがもうこれをどうしても植えたくて仕方がないみたい。プランテーンだからダメなんじゃないの？ちょっと違うものを植えてみようか。人参は秋育つね。じゃあ人参でも植えてみましょう。しまった。サトルさんお昼寝してもらってたら仕事に遅れちゃってた。いってらっしゃいサトルさん。ちゃんと埋まったね。よかった。じゃあどうせなら器用さのスキルを上げたいから、このベビーベッドにメリーをつけとこうか。でいろいろとアップグレードしまくろう。オーナーさんがやってきたよ。赤ちゃんを見に来てくれたんでしょうか。どうぞどうぞ入ってください。花が泣いてるんだけど、おむつ替えて花を大家さんにご紹介したい。ゆりかごの場所変えないとね。なんかこうやってたまにさ、普通に何の問題もないけど大家さんが遊びに来るっていうことがあるっていうことなのね。じゃあさ、花のことご紹介しよう。こんな子が生まれました。紙袋かぶってるから見えるかわかんないけど、花って言います。よろしくお願いします。いや、会話の途中でそんなダサいダンスやんないでよ。ウケるなぁ。もう大家さん帰っていった。早いな。帰るの。なんか本当に赤ちゃんを見に来てくれたっていう感じですね。かわいいなぁ。さて、天気はいいけれども、花は家の中に戻しておきました。そんで、サトルさんが帰ってきたらパーティーを開こうと思うんですけど、カビが来た。カビが生えたって。嘘。こんなに綺麗にしてたのに？どこよ？本当だ。カビが生えてる。やばいやばいやばい。これね、こんな感じで汚らしい。これはね、あんまりひどくならないうちに綺麗にしとかないとね。普通に掃除するか、火で燃やすか、ボムを使うかね。とりあえず普通に掃除しとこう。まだそんなに多くないと思うんだ。そっか、シンクが汚くなっちゃったからっていうことなのかな。このシンクが汚いからカビが生え始めたっていうことなのかもしれません。もうない？他にここだけ？キッチンだけかな。こまめに掃除しないとね。バスルームにはまだカビが生えてないと思う。そう、サトルさんが帰ってきたらパーティーをやろうかなって思うんですけど、その前にキアナがトマランに来る前に住んでた家を貸しに出そうっていうことで、その家を賃貸物件に変更しようと思います。ちなみにこれ今建ててる途中の家なんですけど、家賃がやばいことになってますね。これがね、今日のホットフィックスで治ったとのことなので、次にゲームに入った時は治ってるんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。こんなんじゃ誰も住んでくれないですよね。ちょっと時間かかってるんですけど、次回はこの建物を建築している動画を上げようかなって思って
ってます。建築にめちゃめちゃ時間がかかるタイプなので、正直いつ完成するか分かりませんが、ここでね、今動画にする予定ですと宣言したことによって、それを自分のモチベーションとして頑張って建築を進めたいと思います。ここがね、ヘンフォード・オン・バグリーでキアナが住んでたプレハブハウスプラス動物たちの家っていう感じなんですけど、これを賃貸物件に変えようと思います。でこの状態で全ての部屋をこのユニットに割り当てるっていう風にすればいいわけですよね。 OKOK。 これでちゃんと全部割り当てられてますね。せっかくだからこのプレハブハウスを丸々そのままコピーして、こっち側にもう一軒建てて、もう一世帯ぐらい住めるようにしとこうかな。 OK。 中のキッチンの色だけ変えて全く同じ建物を作りました。こっちを新しいユニットにして、そんで数字がかぶっちゃってて分かりにくいから1にして、こっちを2にすると。区画はなんかついてんだっけ。これは別につけたままでいいか。 OK。 なんかすごい雑だけど、こっちに最大2人、こっちに最大2人住めるようにしてみました。ということで一旦戻りますね。そんでここのビジネスの管理のところから賃貸物件を買うっていうのをやってみました。そんでさっき作った賃貸物件を買ってみようよ。お金はある。今のところ星3つですね。はい。賃貸物件として購入しますか。はい、購入します。家具付きで。どんな感じになるの。そっち行っちゃう。行っちゃうと困るな。花が一人家に残されちゃうんだけど。来ちゃった。そういう感じ。そんで編集したければ編集できるよってことなのかな。せっかくならもうちょっと編集しとこうか。あまりにもなんか寂しすぎる。場所を変えればいいのか。基本的にやっぱここはヘンフォード・オン・バグリーなので農場経営に向いているはず。なんかあんまり娯楽がないからホットタブぐらい置いといてあげようか。家の中がシャワーしかないからねっていう話。 OK。 いいと思うわ。一回帰ろう。別に遠隔でもできますよね、操作的には。できますね。入居者の候補を見てみよう。家賃はとりあえず64にしとこっか。でも結構置いているアイテムは悪くないし、環境もまあいい感じですね。で田舎なので騒音禁止にしとこうか。で綺麗にもしておいてほしいのでゴミあふれるの禁止。そんで2人しか住めないから、見て、犬のいる世帯が候補に上がってる。しかもティーン1人と犬1匹っていうすごい面白い世帯ですね。受け入れたいよね。じゃあこのティーン1人と犬1匹っていう世帯に貸し出そうと思います。あれだな、犬用の用品を置いておいてあげないとね。でこっちの2番目の方は同じルールをつけておいて、家族は残念ながらダメだから、お年寄りはちょっと階段はきつい気がするので、このヤングアダルトのリーベラさんに住んでもらおうかな。どんな感じ。ティーンのダラさんとワンちゃんのハノイだって。かわいい。でこちらはなかなかハンサムなダンゼル・リーベラさんが住んでくれました。じゃあちょっとティーンの方のお家に行って犬用品だけ追加しておきますね。ちょっとそれだけはさすがに何もないのはかわいそうだから。こちらがダラさんとワンちゃんのハノイ。楽しんでね、ここでの生活を。なんでティーンで一人で住んでるんだろうっていう気はするけど。なるほど。ここに来たところで建築は変えられないのね。ワールドの管理画面に行かないといけないわけか。なんだ、わざわざ移動しなくてよかったじゃんね。でこっちを変えればいいわけだよね。この階段の下とかにフードボール置いといてあげようか。申し分程度だけど外におもちゃ箱でも置いといておけばボール遊びでもして楽しんでくれるでしょう。ということでよろしくね。挨拶だけして今日のところは帰る。そんでどんな感じになるのか、大家としての生活がね、全く違うワールドでの大家ビジネスを始めてみるという感じです。そんでお隣さんにも挨拶しておきますね。ハノイも連れて行けるみたいですが一人で行きます。楽しんでね。なんでティーンが一人で犬と住んでいるのか事情は分かりかねますが、幸せな生活を送ってほしいと思います。いる？リーベラさんいなさそうだね。いないわ。じゃあ帰るか。待って、いたわ。こっちにいたわ。ちょっといたよね。いた。挨拶しとこう。これあれかな、公式が作っておいてくれたシムなのかな。あんまり相性は良くなさそうだね。オッケー。じゃあリーベラさんもぜひここでののんびりとした生活を楽しんでください。借家人のお二人に挨拶できたので
お二人と一匹家に帰ります。で、サトルさんが多分もう帰ってきてるので、しかもサトルさんまた昇進してますね。でもまだそのターバンは変わらずつけてるんですね。ではまだちょっと日が出ているうちに持ち寄りパーティーをしちゃおう。今知り合った借家人の二人にも来てもらいたいから、ティアナの方から開催しようかな、イベントを。で、サトルさんを共同ホストにしておけば大丈夫だと思うんだ。この願望はこれですかね。ご近所の持ち寄りパーティー、これもどんなタスクがあるのか知りたいので、ゴール付きのイベントにしてみたいと思います。2人がホストで、そっか、こっちのゲストはただのゲストで、こっちに選べばなんか持ってきてくれるってことね。じゃあさ、上に住んでるシムと T おばさんと、このコナーっていうシムはキアナの元彼です。まだ関係性がこんなに赤いですね。このシムにも持ち寄ってもらおうか。このシムなんかグルメなシムなんじゃなかったでしたっけ、設定として。わかんないけど、そんなにたくさん持ち寄られても余っちゃうかもしれないから3人にしておきますね。で、ゲストにご近所さんと今日から借家人になったこちらの2人で、元彼は呼ばないけど仲良しのラーミさんも呼んどっか。ご主人もうちに来たがってたもんね。あと大家さん忘れちゃいけない。大家さんもお呼びして、よし OK、これでやってみよう。タスクが出てきました。まずは持ち寄ったものを食べるっていうのと褒める、それからゲストを食事に呼ぶ、ありがとうという。なんか意外と簡単そうだな。なんか持ってきてもらってばっかりで悪いから自分たちも作っとこうか。なんかいらっしゃい。なんかせっかくのパーティーだったのにみんな紙袋かぶってら誰が誰だかわからんよ。圧倒的にあれだね、その持ち寄ったものを置く場所が足りなさそうだね。来てくれてありがとう言っとこう。誰かわかんないけど持ってきてくれてる。これそうだよね。ありがとうございます。T おばさんね。これ T おばさんが作ってきてくれた料理を褒めるでできる。褒められるね。待って、ちょっとサトルさん昼寝しちゃった。こんなところで。そんな眠かった？いや、まだ大丈夫だよ、サトルさん。頑張ろう。サトルさんからみんなにこれをさ、食べに来てもらおうよ。T おばさんが作ってくださったご飯です。あとはゴシップもしなきゃいけないのね。じゃあ誰かとゴシップしとこう。全員紙袋だからシュールすぎるわ。そんなつもりじゃなかったんだけど。次にあれだね。プールパーティーやるときはもうちょっとタイミング考えてやるわ。もうゴシップも終わったからさ、あとタスクがストーリーを話すだけになったよ。めちゃめちゃ簡単じゃない？なんか T おばさんしかご飯持ってきてくれなかった感じはあるけど、置く場所が足りなかったからなのか、それともバグなのか、そういうこともあるのか。というかもうあっという間に金メダルになっちゃった。なんだ、簡単すぎない？なんかさ、グローイングトギャザーのお泊まり会みたいなさ、めちゃめちゃ難しいっていうかカオスになるようなイベントを想像してたわ。なんか拍子抜けしちゃった。でもなんだろう、だいたいいつもパーティーする時って必ず自分でなんか料理作ったりおもてなししなきゃいけなかったですけど、これだと作ってきてくれるから、最悪自分がね料理作んなくても何かしら食べるおもてなしするものがあって便利ですね。イベントの幅が広がったかもしれない。こんな感じでしたよっていうことで、このサトルさんの仕事の課題のファッションについて話すっていうのだけ終わらせて。ちょっと待って、何が起きてるんだ？このシムに外見を褒められてサトルさんがめっちゃキレてますね。パートナーの目の前でずいぶん大胆な。しかもサトルさんがこれで嫉妬深い特質取っちゃったよ。いいけどさ、かわいそうだよサトルさん。こんな目に遭うなんて。紙袋に囲まれて。もうやめよう。パーティーは終わりだ。金メダル取ったし帰ってもらってさ。 T おばさんありがとね。 T おばさんどれか分かんなくなっちゃったけど、ご飯作ってきてくれてありがとう。いやーびっくりした。楽しいパーティーのはずだったのにこんなことになってしまった。さて、じゃあサトルさんは一回寝ますね。紙袋がパートナーを口説いてるところを目にしてしまって悲しいし、悲しいかなと思ったけどそうでもないね。こんなにポジティブなムードレットに隠れてるけど、嫉妬してるし眠いし疲れてるしで、仕事の後にこんな思いをさせてしまって申し訳なかったね。花がいたことすっかり忘れてたわ。お世話しとこう。ちなみにこのデータカレーがオフになってるんですよね。今以前シナリオをプレイしてたデータなのでね、オフにしたんだと思いますが、もう一回オンにしようかな。それとももう花を成長させちゃうか。なんかさ、やっぱ赤ちゃんの時ってつまんないっていうか何もほとんどすることがないからさ。じゃあ今日は意外となんだかんだ起こってしまったから、花を成長させるのは今度かな。ということでね、ちょっとイベントは拍子抜けだったな。もうちょっと
となんかいつものイベントみたいにこのタスクがなかなか終わらないみたいな、私の遊び方はあんまり一般的な遊び方じゃないのかもしれないですけど、ある程度難易度を高めてガツガツプレイしたいタイプなんですよね。なのでその観点からするとちょっと今のイベントは簡単すぎましたね。もうちょっと難易度上げたタスクが欲しかったかなっていう感じはしました。でも今回ね、無事に自分がかつて住んでいた家を賃貸に出すことができて、じわじわと収入を得ることもできますと、大家としてどんなイベントが起こるのかとかも気になるところですね。ということでご視聴いただきありがとうございました。先ほども言ったんですけど、予定としては次建築動画を上げたいなと。今回はキアナがもともと住んでた家を貸しに出しましたけど、そうじゃなくって今後いずれこの家を出て集合住宅を購入して、自分たちがその1ユニットに住む傍ら他のユニットを貸しに出すっていうスタイルで大家のビジネスをやっていきたいなと思ってますので、それに使う建築をベースゲームとフォーレントのアイテムのみで建ててます。ということで、それが完成したらそのスピードビルド動画をね公開できるんじゃないかなと思います。予定なので、あんまり期待せず、年内に間に合わないかもしれないですけど、できたらやっていきたいと思っておりますので、ご興味のある方はぜひまた見に来てくださると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。まだしていない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。またねー。